ご視聴ありがとうございます。ももかんと申します。今回は僕霊のビジュアルについて学術的に完全解説をしていきます。いやー皆さん最近ね、めっきり寒くなりましたからね、僕霊のあれやこれを知ることによって体を温めていきましょう。このチャンネルでは今後も推しの良さをすっきり理解できる動画をたくさん出していきますから、ぜひチャンネル登録と高評価何卒お願いします。こちらは本動画に関する注意点です。気になる方は一時停止してご覧ください。今回はこのような流れで解説を進めていきます。では、僕霊の3サイズと体型についてです。バストウエストヒップの大きさをキャラクターのスクショから長さを計測して楕円に近似して求めました。僕霊のバストはトップが90センチ、アンダーが81センチで C カップとなっております。数値的にはカルテジア、ショアキと同じぐらいで、しか本誌よりはややボリュームがあるなというラインです。全体としてはこの位置になりまして、サイズ感としてはやや控えめ寄りの印象です。まあね、僕でね、露骨に盛りましたって感じじゃなくって、日常的に隣にいても違和感がないようなラインに仕上げてきてるのかなという感じですかね。個人的にはね、このちょい控えめ寄りでもちゃんとあるというバランスがかなり刺さってます。なお、胸部のボリュームに近い指標となるトップの長さだけ見てみますと、3下とか折り絵ぐらいになってます。まあトップだけ見ればちゃんと戦える数値してるという感じですね。それが僕霊です。ただし、僕霊はかなり厚い衣装を着ておりますからね、水着になるとかなり印象変わるかなと思います。黒ゲームズさんはね、そろそろ新キャラ実装時に水着もね、一緒に実装することをご検討よろしくお願いします。形状もほとんどわかりませんから、今後新衣装が来たら、その時シルエットも改めてチェックします。また、ウエストは73センチ、ヒップは96センチでした。日本人女性の平均ヒップは90センチぐらいですから、ちょうど平均よりやや大きいぐらいのボリュームです。私もね、よく見てびっくりしたんですけどね、ヒップは U のよりは大きそうな感じがあるんですね。僕では下半身だろうと多くの紳士は思っているでしょうが、その感は数字的にも正しいという感じでしょうか。下見て僕で引きましたっていう人は正直に挙手お願いします。コメント欄ならバレません。僕霊のウエストヒップのバランスは 0.76 でウエストよりヒップの方がしっかりしている部類になります。この比率に近いのは椿とか鹿ぐらいになりますね。ウエストヒップの比率は一般的に 0.7 ぐらいが理想で、お尻の方が大きいのがいいとされます。僕霊はそこから少し控えめなバランスに寄せてありまして、腰の細さがやや抑え気味になっているかなという感じです。また3サイズから体型を3つに分類してみました。バストが大きいリンゴ型、ウエストにくびれがあるスノルケ型、ヒップが大きいような仕方です。計算式は以下の感じです。計算の結果、僕霊の体型は洋梨型で、ヒップが一番ボンとなっているような感じです。まあね、下に安定感のあるプロポーションということですね。もうね、上より下、安定感重視って聞いて、今ニヤッとしたあなたは完全に同志です。今度ぜひ飲みに行きましょう。では、可愛いモーション見ていきましょう。僕霊はね、このドジっ子な感じがいいんですね。このちょっと抜けてる感じがね、もう見ててニヤニヤ止まらんのよね、これがね。この感電でふにゃっとなってるとことかね、特にチャンスです。お札でフリフリする感じも元気いっぱいって感じなんですよね。本人は真面目にやってるんですけども、こっちはね、可愛いダンスありがとうぐらいのテンションで見れるという感じです。で、あと行動で色気を表現するのは逆に控えめかなという感じなんですが、まあ元の服装がね、これですからね。まあ訓練された我々にはあんまり関係ないかなという感じです。腕を上げるだけでも色々見えちゃいますからね、これね、あんまり我々をね、舐めていただきたいなという感じです。これは確信犯でしょう。黒ゲームズさん。ありがとうございます。では、太ももの太さを見ていきましょう。体の正面と側面の長さを計測して円形近似を用いて周囲長を計算してます。ここが一番盛り上がりを感じますから、ここを計測してます。すると、太ももの周りの長さはだいたい65センチぐらいでした。前の厚みはだいたい21センチぐらいになってます。500ml ペットボトルの高さが20センチぐらいですから、これよりややボリューミーな感じになってますね。まあ、とは言ってもね、これ、名著の中では細い方でして、数値的にはヤンヤンとほぼ同じぐらいで、オーガスタ等々よりは少しスリムなグループに入ってるっていう感じですね。まあ、この辺ね、どのキャラの太もも派かで宗教戦争になりがちですからね、コメント欄ではね、ぜひ平和的にお願いします。僕霊はね、足は太くしたい、でも小柄な感じも残したいという運営のね、苦しみが伝わってくる感じになってます。まあその苦しみもね、すべてひっくるめて我々紳士はね、快楽に変換していかなければなりません。ではヒップライン見ていきましょう。ライン測定のために滑空状態を下から撮影してヒップラインをカーブ数式化してます。
すると、ボクレーのラインははっきり丸いけど誇張がない、中トンからやや豊かめの丸みかなという感じです。直線より約 16.5% ほど膨らんでおりまして、ふっと盛り上がって長くほどけるカーブという感じです。気持ちよく全体的に流れている厚みのある上品なラインと言えるでしょう。では、この体型が歩行に与える影響を見ていきましょう。ボクレーの歩きはね、とってもついてますね。いわゆるゆさゆさウォークじゃなくて、品のある控えめな歩き方になってます。まあしかしよく見ると動いてるように見えなくもないんですね。ただ上の布が揺れてるだけのようにも見えて、ここら辺が絶妙ですね。揺れてるような気もするんですが、もうギリギリを攻めてくるのがね、本当にこれ罪深いですよ、これは。まあでもね、短筋よりは揺れてるのかな。うん。まあでもね、大丈夫です。我々はね、こんなことで差別なんてしませんから。ボクレーも短筋も大好きです。では全体的な服装と露出度、露出箇所、温根見ていきます。服装の全体のテーマは、脇と足の小悪魔同士という感じです。襟元は浅めで鎖骨の上がちょっとだけ見えちゃってます。鎖骨のちょい見せはね、露出控えめでも色気が出るポイントとして、こちら20ポイントを差し上げましょう。胸の中央には原文風の模様と水色の小さなチャームがあります。またバストは残念なことに布でしっかり覆われていまして、ラインは柔らかく出る程度になっています。まあ残念とは言いましたが、胸の真ん中にワンポイントがありますからね。自然と体の中心線に目がいってウエストラインに視線が流れていきます。結果として過度な露出はありませんが、鎖骨のラインとバストの自然な膨らみが感じられる控えめな色気に落ち着いているという感じです。太ももはしっかり出していただいておりますね。健康的なボリューム感がありますから、色気と同時にアクティブさも感じさせてくれます。ただの露出のピークをここに置いていくことで、上半身は清楚感、下半身に軽い色気というバランスが生まれていると考えられます。非常に素晴らしいバランス感かなと思います。ここで露出度計算のために医学で使われる肌面積計算の方法を編集して使います。すると全体の露出度はだいたい 45% ぐらいかなという感じです。これは椿とかカンタレだと近い数字です。数値としてはそこそこではありますが、下になんせ集中しておりますからね、一層輝きを放っているなという感じです。また温根は首にあるんですね。いや、これはね、なかなかのいい場所についてますよ、皆さん。首ってね、実は相当親しくないとね、なかなか触れることができないところですから、この温根に触れることができるっていうことは、そういうことなわけでございますよ。私ね、もう我慢しなくていいですよね。次に服の破れ具合見ていきましょう。このゲームはダメージを負うほど服が破れる仕様になってます。目立つのはやはり足の切り傷でしょうか。結構激しく損傷してるんですよね。で、あと肩の部分とかにも切り傷があって、お腹の服にも穴が開いちゃってるという感じです。これね、出血してるといけないですからね、これしっかり押さえて血を止めないといけませんね。素手で。あとそういえばおばあちゃんがね、傷口は舐めとけば治るって言ってましたね。次に身長を計算してみましょう。計算方法として漂白者の手首から中指の長さを基準にしてます。ここの長さは女性平均でおおむね17センチらしいですから、この数値から身長を出しています。僕らの身長は頭頂あたりから足首まででだいたい150センチぐらいかなという感じです。同じぐらいの身長の人はカルロッタとかビービーとかそのあたりになってくるかなという感じです。でね、リアルで会った時に一番バランスよく見えるゾーンですからね、非常にちょうどいい感じかなと思います。次に体重を推定してみましょう。体の各部位の体積をもとに体重を推定しています。こちら超概算ですから注意です。計算の結果、僕らの体重は服を除いてだいたい 52kg ぐらいかなという感じです。身長150センチぐらいの女性の標準体重は 49.5kg ぐらいですから、ちょい重めになってるかなという感じです。これはですね、ヒップとね、太ももが現実離れややしていて大きいという感じですから、これぐらいかなという感じになってます。これね、数字だけ聞くと結構あるんだねと思うかもしれませんけれどもね、そのほとんどがね、下半身に夢が詰まっているだけですからね、これ実質0カロリーかなと思います。次に顔と髪を見ていきましょう。毛先がね、ふんわり跳ねていまして、全体的に軽やかな動きになっております。サイドの髪が頬の横に少し残っておりますから、顔周りを柔らかく包んでいます。このサイドの毛でね、輪郭を少し隠すことで顔がきつくなりすぎてませんからね、からかい半分だけど実は優しいみたいな性格がね、にじみ出てるようになってるかなという感じです。
また、寒色系の髪の色はクールさを表しておりますね。さらに目の形は少しつり気味で猫っぽい鋭さも感じさせます。この黄色の瞳というものは、勘が鋭いとか動物的なキャラクターのようにも見えてきますから、この猫目と髪の色を合わせてね、いたずら好きとか余裕があるような雰囲気を感じてきます。まあね、相手を試すようなね、メスガキ感も醸し出していて、視線がね、より色っぽくなってるような気がしてきます。次に髪の毛の柔らかさを見ていきましょう。計算はバネ質量計と紙を仮定して硬さを算出してます。すると、この長い部分はね、優しめの歯ブラシぐらいの感じです。触るとサラサラ感が強くって、スッと通るような感じになってます。柔らかさ度合いで言うとね、ユーノとかフローバと同じぐらいのグループって、髪をある程度まとめてる人らっていう感じかなという感じですね。結構ゆらゆら揺れますからね、撫でたくなる系の質感かなという感じがしてきます。もしね、ゲーム内で髪撫でボタンみたいなのが実装されたらね、これね、もう一生ポチポチ押してることになるでしょう。次にボクレーの現時点での二次創作人気度を見ていきましょう。ピクシブにある過去作品の割合を見ていきます。ピクシブにある全ての作品数は45作品でした。過去作品は15作品でした。つまり、過去作品の割合は 33% ということになります。この割合はチサと同じぐらいになっております。作品数はね、非常に控えめになっておりまして、割合がそこそこっていう感じです。こちら、これからね、跳ねる可能性も感じるようなキャラクターに私は思いますからね、今後に期待したいかなと思います。続きまして、性能とおすすめの突数いってみましょう。性能はですね、これちょっと今初めて見るんですけども、チーム内キャラクターの HP 回復効果とダメージアップ効果を与えるということですね。で、共鳴解放すると、電磁効果っていうね、デバフを敵に与えるということみたいですね。電気系のね、キャラクターね、オーガスタとかと組ませると強いのかなという気がしてきます。で、凸はですね、好きならガンガンやれと。普段は言ってはいるんですけれども、今回はですね、ボクレイはですね、レアリティが低いというところでもういつ出るかわからんというところもありますからね、凸を進めたい方はね、もう覚悟を持って進めていただけたらなと思います。ここまでのビジュアルまとめるとこんな感じになってます。ボクレイはね、上は控えめだけども、下半身にしっかりボリュームが乗ってる、リアル寄りの安定感のあるプロポーションだなという感じですかね。露出は胸よりも太ももと足回りに集中的に配置されておりまして、清楚感とね、色気のバランスがね、上下でうまく両立されてます。この清楚感プラス下半身特化っていうのがこれ絶妙なんですね。ただのエロに振り切らず、ちゃんと可愛いとね、かっこいいも両立しようとしているバランスの取れたキャラクターだなという感じです。次にボクレイの香りを考察、妄想しました。ボクレイに近づくとミントを含んだ冷たい夜風がふっと肌を撫でてきて、紙札の煙が一瞬だけすれ違ってきます。それは人をからかいながらも不安を軽くしてしまう冷静な頭脳が同居したような香りです。やがてよもぎのほろ苦さが溶けた後、ヒノキのお香が遠い山の上の道場の記憶を静かに浮かび上がらせてきます。その柔らかくもどこか冷えた余韻がそっと私たちを包み込んで、彼女が去った後もしばらく夜の路地に残り続けることでしょう。はい、ボクレイそんな感じでした。ボクレイはね、とにかくね、目がいいんですね。この睨んできてる感じの目がね、最高なんでね、これね、いつでも見れるようにしてもらえるといいかなと思います。黒ゲンズさん、よろしくお願いします。この動画についてご感想、ご指摘ありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。今後もここでしか得られない女性キャラクターの最新情報を提供します。見逃したくない方はチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。あとコメントもお願いします。以上、モーカンでした。ではまた。